今日もまたロシアの石油関連施設は新たな攻撃を受け大炎上しています。こうした泥群れと化しているかのようなロシアに対して各国の政治家はロシアを突き放そうとしています。政治家たちはそれぞれの思惑を持って勝ち馬に乗ろうとするものです。それが非常によく現れている国際政治の現実だと言えます。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。2022年以来、ウクライナは非常に長い期間耐え忍んできました。ロシアによる攻勢をとにかく防御を固めることによって乗り切ってきたのです。その間、各国からの支援を受けつつ反撃能力を研ぎ澄ましてきました。2026年はそうした意味で、ウクライナにとって反撃へと転じるまさに転換期だと言えます。そして、状況の変化といったものは、それぞれ周りの国々における反応も異なってきます。今回の動画ではそうした意味で状況が変わることによって政治家がどのように態度を翻してきているのか、そのことについて主に取り上げていきます。また、後半においては産油国ロシアの凋落ぶりといったものが現れている事態についても解説を行っておきます。それでは政治家の手のひら返しといったものをチェックする前に、まずはウクライナ軍がいかにしてここ最近の反撃を成功させているか、その現在進行形の作戦について最新情報からアップデートしていきましょう。新しく入ってきたウクライナ軍の攻勢の報告によれば、ロシアクラスノダールの石油備蓄基地及び石油関連施設への攻撃、もう一つは国境から 1500km 離れたウファの石油関連施設に対する攻撃を実施しました。つい先日も国境から 1500km 程度離れたオレンブルクの天然ガス関連施設への攻撃も行っており、ウクライナにとっては千数百キロ先に対しての攻撃も連続的に行えるようになりました。ただ、長距離の攻撃に関してはまだまだ大型のドローンによる攻撃が目立ち、破壊力としては十分ではありません。ウクライナ軍の長距離ドローンは飛行距離を稼ぐために燃料の積載量が多くなり、一方において爆発物の量としては不十分だと言えます。ただし、この問題に関しても以前から指摘されていることであり、数を増やす、その上で順次アップグレードしていくという方針です。そのうち、巡航ミサイルもしくは弾道ミサイルの開発も追いついてくることから、徐々にこうした火力不足についても解消される見通しとなっています。そして、対空兵器や防空陣地に対する攻撃を徹底して行ってきているクリミア半島については、今日もまた防空網の穴をついてウクライナ軍のドローンがロシア軍陣地に殺到し、対空兵器を撃破したというニュースが入っています。それに伴って防空体制の低下が進むことによって、さらに様々な場所に対する攻撃を実施しています。そうしたこともあって、もはや毎日のように住民が撮影してきている映像といったものを見ると、ガソリンスタンドの列は非常に長大なものとなっています。それだけではありません。食料事情についても確実に悪化しています。クリミア半島では燃料の販売についても止められているところが多く、クリミア半島の外からやってくる物流トラックといったものも不十分なことから、頂点の食べ物といったものがどんどんと補充されなくなってきています。実際にウクライナ軍の攻撃を目撃した人たちの中には、荷物をまとめてロシア本国へと避難をする人たちも出ています。そうした状況について衛星写真が現在の状況を知らせています。民間の衛星サービスでこうした状況については逐一撮影されており、それらを分析することによって今どのような状況かを把握することもできます。現在クリミア半島から脱出しようとする人たちの渋滞は10キロにも及んでいます。なぜこのようにして非常に長い渋滞になっているかといえば、外に出る人たちに対する検問といったものを強化することによって、外に出たくても出られないといったような状態が発生しているようです。さらにはこうした渋滞に捕まった人たちが燃料が補給できないこともあって、次々とガス欠に陥るというような悲惨な状態となっています。ただ、こうした状況であるにもかかわらず、クリミア半島から離れないロシア人もまだまだ多いとのことです。停電が発生していても、国営放送は何にも問題がないと言い続けますし、またそもそもロシア本国の生活を引き払った上で、クリミア半島に移住した人たちも多いからです。これら完全にロシア本国の財産を引き払った人たちというのは、ロシア政府が移住政策を推し進めることによって、2014年以降の占領下で
移住してきた人たちです。ロシア政府は従来住んでいた人たちの土地や建物といったものを没収した上で、安く移住者に対して斡旋することで、ロシア人の割合を増やすという政策をとっていたからです。そして、ウクライナ軍が攻撃を行った首都モスクワ近郊のモスクワ製油所について続報が入っています。ロイター通信の報道によると、モスクワ製油所の被害は非常に甚大であり、ロシア政府当局者への取材によると、今年中の復旧についてはもはや断念したとのことです。これは施設そのものを作った時に西側製の部品も非常に多く取り入れていました。ところが現在のロシアは制裁下にあり、欧米製の部品といったものを正規のルートでは入手することができません。特殊な部品といったものはなかなか闇市場でも流れてこないものですから、このままであれば何か全く別の設計を持って建設し直す必要が出てきます。そうしたこともあって、この後、モスクワ製油所に関しては、破壊された機器類について一度きれいに片付けした後に、もはや新しく作るぐらいの勢いで修復作業を行わなければならないとのことです。そのため最低限でも半年以上の期間は見なければならないというわけです。モスクワ製油所は、首都モスクワとその周辺のモスクワ州に対する燃料供給率としては、30から 35% 程度の供給能力を持っており、この能力がごっそりと抜け落ちることとなれば、周りの施設に対する負担は非常に大きくなります。その分だけさらに地方部が切り捨てられるといったこともあり、ロシアの各地方における燃料不足は回復の見込みは今のところ立っていません。では、このようにしてどんどんとロシアの内部崩壊も進むような話が次々と出ている現状において、最もあからさまな手のひら返しをした政治家を見ておきましょう。その一人は何といってもトランプ大統領です。アメリカのトランプ大統領は大統領就任時に前任のバイデン大統領の行ったウクライナ支援を猛烈に批判していました。トランプ大統領はウクライナはロシアに負けるような国に対して支援をすることは全くアメリカ国民の税金を無駄遣いすることであり、バイデン政権のやったことは愚かであると批判を行っていました。そうして大統領に就任して以来、ウクライナに対する直接的な軍事支援については完全に停止させました。トランプ政権になってからのウクライナへの軍事支援というのは、まずは情報支援についてだけは細々と続けました。それ以外に関しては、兵器や弾薬類については、ヨーロッパがお金を出して買う分には、それは許す。その購入した兵器や弾薬類について、ヨーロッパ自身が決めてウクライナに供与する分には構わない。基本的にアメリカは販売だけに徹するという姿勢を示しました。そして、アラスカで行われたアメリカ・ロシアとの話し合いにおいては、ウクライナに対してロシア側の要求を飲むようにとちょっとした斡旋なども行いました。トランプ大統領はゼレンスキー大統領と会った際には、お前には何の交渉カードもない。そのような、非常にきつく当たった面もあります。しかし、現在のトランプ大統領はこうした見方について、まるでなかったかのように、ゼレンスキー大統領に対する称賛の言葉を口に出すようになりました。彼らウクライナは大健闘している。少なくとも前線を持ちこたえている。ゼレンスキー大統領に対しても彼は勇敢だ。素晴らしい装備を持っているだけでなく、素晴らしい人材、優れた兵士たちを抱えているというような発言を行っています。この件に関しては、フランスのマクロン大統領が G7 サミットにおいてトランプ大統領と直接話した際に、トランプ大統領の発言を聞いたとされていました。その後、アメリカの報道機関なども周辺取材などを重ねて、トランプ大統領が完全に発言を翻していることについて確認を行っています。トランプ大統領の発言がコロコロと変わるということに関しては、もはや日常的な風景で、発言それ自体にはあんまり注意すべきではないということもあります。ところが行動を見るとそうとも言えなくなります。というのも、アメリカによるウクライナ支援の形が明らかに変わったと見られているからです。まず第一に、従来よりもより踏み込んだ情報提供をアメリカがウクライナに対して行うようになったと報道があります。そのためウクライナによる遠距離攻撃の精度がさらに上昇し、よりピンポイントで狙うべきところを攻撃することができるようになったとされています。これはウクライナが手に入れたい情報などは、例えば衛星からの写真なわけですが、これらについて最も先進的な技術を持っているのは明らかにアメリカです。
民間衛星サービスの持っている解像度といったものは、どうしてもアメリカの最先端の軍事衛星よりも劣るものです。また、つい先日行われたウクライナ軍によるロシアの軍需産業工場への攻撃に関しても、従来とは違った見方が出ています。それは、フランスやイギリスから供与された巡航ミサイルではなく、アメリカの供与した新型ミサイルがウクライナに渡ったのではないかという説が有力説として浮上しているのです。この件に関しては、ロシア側からの話として以前皆さんにお伝えしましたが、欧米からの報道としてもどんどんと同じような記事が出ていて、信憑性が高まっています。ここでのポイントは、従来トランプ大統領は明らかにプーチン大統領寄りの言動といったものを繰り返し、ロシア本国に対する攻撃兵器についてはウクライナに渡す気配がなかった。それが完全に翻った可能性があることです。アメリカからウクライナに渡ったとされる新開発のミサイルは、性能が上がったというような話ではありません。従来アメリカ製の兵器というのは、高性能だけど非常に高い値段がつきますというようなもので、決して大量生産に向いたものではありませんでした。しかし、現在の非常に長い期間行われる戦争において重要なのは、コストパフォーマンス、つまり費用対効果です。アメリカもこの点について非常に注意を払っており、従来とは全く異なったそこそこの性能で良い。一方において価格はぐーんと下げろというような開発要求を満たす新型のミサイル開発を行っています。その実戦テストとも呼ばれるようなものがウクライナで行われるようになったと考えられています。これはアメリカの国益にもかなうという面でトランプ大統領にとってはゴーサインが出しやすかったのかもしれません。何にしてもロシア本国に対する攻撃兵器を渡したというのであれば、これもまた従来の方針とは全く異なるものです。この件に関して明らかにロシア側は狼狽しています。というのも、ロシア側としてはアメリカと結託した上でウクライナに対してドンバス地方の割譲などを要求する、いわばパートナーシップのようなものが結ばれていたじゃないか。アラスカではアメリカ、ロシアとの間で密約があったかのような話をしています。当然この話についてはアメリカがそんな約束などした覚えがない、ロシアが勝手に言っているだけだとしています。ただ、次々とトランプ大統領の発言、そしてアメリカ側の行動といったものが反ロシア的な活動だということがロシアを揺さぶっています。ロシアの大統領報道官ペスコフ氏はトランプ大統領がウクライナによるロシア攻撃を認めたなんていう話はきっとこれは西側のプロパガンダだ。みんな信じるなんていうことを発言しています。従来のロシア側からの見方としては、トランプ大統領はロシアの味方のはずだ。そんなことはないと信じたくないのかもしれません。このあたりトランプ大統領の発言がコロコロ変わるのと同様に行動も変わってきたというこの事実について認めたくないのかもしれません。何にしてもトランプ大統領がこのような言動の変わり方を見せているのは、明らかにウクライナ側の反撃能力が高まってロシアに対する打撃が深まっていることの証拠だと見た方が良いでしょう。もしもウクライナが圧倒的に押されて首都攻防戦に突入するような大苦戦をしていれば、トランプ大統領は引き続きロシア側の味方になっていたでしょう。さて、もう一人ロシアを見かぐろうとしている政治指導者がいます。それがウクライナの北隣、ベラルーシの独裁者ルカシェンコ大統領です。ルカシェンコ大統領は直接的にはウクライナに対して軍事攻撃を認めていない、いわば中立的な立場を保っています。ただし、中立的とはいえ、ロシアには非常に便宜を図ってきました。例えば2022年2月のロシアによる本格的な侵攻開始の時においては、ロシア軍がベラルーシ領を通ってウクライナの首都キーウに対する進軍を認めました。当時ウクライナはベラルーシに対してロシア軍を通すことのないようにと申し入れを行い、ベラルーシ側は自国領をロシア軍が通ることはないと返答していました。それは明らかにロシア側の意見をもとにして嘘を言っていたわけです。その時のベラルーシとしてはロシア軍はさっさとウクライナを攻め滅ぼすだろうぐらいの気持ちで嘘をいくら言っても構わないと考えていたはずです。しかしその後も戦争は非常に長期化し、ウクライナ軍が今はロシアを戦略爆撃するようになりました。このような状況になって、ルカシェンコ大統領は自分たちを巻き込まないでくれという立場をより鮮明化させています。それが、従来ロシアの言い分に従って
ベラルーシ領内に配置していたロシア軍の使用する通信中継基地について従来の立場を翻したのです。これまでベラルーシはロシア軍が使う通信中継局について設置を認めていました。しかし、そうした通信中継局があると、ロシア軍の大型ドローンなどがウクライナ領内を通るときにより精度高く攻撃が実施できてしまいます。そのためウクライナ側からは、このような通信基地局などを速やかに撤去しなければ、ウクライナ軍が実力行使に出る可能性もあると警告を行いました。期日までに撤去するように求めたところ、ベラルーシ側が実質的にこうした通信基地局の電源を切ったようなのです。これは明らかにロシア側からしてみれば、ウクライナの言い分に従ったのかと驚くような出来事だと言えます。なぜならば、従来の力関係で言えば、ベラルーシはなんだかんだ言ってもロシアの言い分を聞くような立場でした。軍事力の面においてもロシアが圧倒的であり、基本的にベラルーシはそうした意味では下に見られていました。ただ、断るだけの外交カードも今はルカシェンコ大統領は手にしています。それがウクライナ軍によるロシアに対する戦略爆撃の影響です。ロシア国内における燃料不足は皆さんにお伝えしてきました。その状況は日々悪化しています。修復するよりも明らかにウクライナ軍の攻撃ペースの方が速く、生産能力の低下、また備蓄能力の低下についても悪化しているからです。その際にロシアが頼っているのが、まず第一に隣国のベラルーシ。つい先日までの私の解説動画においては、ベラルーシからロシアに対して送られている燃料は、前年同月比10倍に達しているという話をしました。最新の情報によれば、この倍率はさらに上昇。前年同月比13倍までベラルーシからロシアへと送られる燃料は増加しています。おそらくこれ以上上げることは、ベラルーシの石油精製施設の能力の問題で限界に近いでしょう。ただし、逆に言えば、これだけの量を送っている状態で、ロシア側からさらに強い要求をかけてくると、そんなに言うんだったらもう送りませんよぐらいな形で、ベラルーシの反感といったものが高まれば、それはロシアにとっても凄まじいダメージに発展する可能性があります。つまり、直接的にベラルーシが何かやっているわけではなくても、ウクライナが行っているロシアに対する戦略爆撃がルカシェンコ大統領に対してロシアに対する外交カードを持たせているのです。続いて、ロシア国内における燃料危機、ロシア国内の悪化状況についてもさらに新しい情報が入ってきています。例年ロシア国内における1日の消費量としては11万トンが燃料としては必要とされています。それに対して現在の生成能力は 8.5 万トン程度だと言われており、必ず毎日のように全く燃料が足りない状況です。例年であれば足りない状況を生み出したのがウクライナ軍の攻撃の結果というわけです。さて、そのようにして明らかな燃料不足が発生していることによって給油できない人たちというものがたくさん出てきます。次に物が足りないのであれば起こることというのが値段の上昇です。そして第3に問題なのが軍の腐敗です。給油できない人がたくさん出てきてしまうというのは、物がないのですから、それは必ず発生することです。そのためにクリミア半島では一般人に向けての燃料販売の規制が始まりましたし、ロシア各地において販売数量の規制もどんどんと広がっています。そして足りないのだから価格が上がるというのも、これもまた自然現象です。そしてもう一つ厄介なのが、ロシア軍は腐敗しているという事実。例えばクリミア半島においては一般販売が禁止され、政府当局関係者及び軍に対する燃料販売しか許されないという非常事態になりました。しかし、軍に燃料を供給するとなっても、燃料がちゃんと軍隊の中で充足されるかといえばそうではないのです。なぜならば、民間で全く足りないというのであれば、軍の中からガソリンなどの闇販売、いわば横流しといったものが様々行われることによって、前線に届く量が細ってしまうという問題があるのです。そして、ロシアの権力構造として、明らかに中央政府が強く、連邦国家において地方の政府は切り捨ての対象となっています。例えば地方財政についても以前解説を行いましたが、連邦政府が軍事予算といったものをものすごい取る関係で、地方の政府予算といったものがどんどんと赤字状態が発生しています。2022年段階において赤字財政の地方政府は6つしかなかったものが今や30、40といった具合にしてどんどんと増加しているのです。
そうした中において予算が足りないことによって発生している問題があります。公共サービスの低下です。例えば予算が足りないからゴミを収集する、その予算がない公営バスの運営をやめようなどといったことが実際に起こっています。さらに値段の上昇は農業全般に対するものすごい逆風を生み出しています。ディーゼル燃料などについても値段がどんどんと跳ね上がっていき、さらには給油制限もかかり、闇価格での売買が横行するようになると、さらにガソリンスタンドは正規で売るのをやめて、闇商売に手を染めた方が儲かりやすいという構図を生み出しているのです。そのために農機具を動かすための燃料といったものがどんどん値上がりして、このままでは動かせないし、動かせば動かすほど赤字になってしまうという逆転現象などが発生してしまうのです。ですから、燃料危機といったものは農業に対しても打撃になるし、物を運ぶコストそれ自体が上がることによって全産業に対してもダメージを与えるものです。ロシアの国家収入の柱に対する打撃というのは、政府の収入が減るだけではなく、ロシア国内の問題もどんどんと噴出させることとなってしまうわけです。そうした状況については、外からいくら言ってもそれはプロパガンダだろうと受け止める方がおられます。しかし、こうした情報の源となっているのは、実はロシア政府が発表している統計データといったものを元にした記事も非常にたくさんあります。ロシア国家統計庁といったものが発表している数値においては、ロシア経済が萎縮し、そして様々な指標が悪化していることが報告されています。こうした数値データについては、非公開に転じたものも出ています。それは明らかに従来刻々と発表されていたものが、もはや発表することそれ自体がロシアにとって都合の悪いデータも増えてきていることの証拠です。現在発表されているデータに関しても着実に悪化している傾向が次々と現れていることから、今後こうした公式発表についてもいつまで公開されているかわからないといったような記事なども出ています。最後に人海戦術を未だに続けるロシア軍ですが、その戦法についてもさらに変化が進んでいます。従来のまとまった戦車や装甲車などを連ねての攻撃といったものは今や昔のこととなり、今ではロシア軍の人海戦術はさらに小粒になっています。戦車が足りないのであれば、バイクやバギーに乗ればいいじゃないかといった作戦などについても今は横行しているのですが、その作戦に参加する人数がさらに縮小しています。今までは10人、5人といったある程度のまとまったものが今や2人だけの突撃といったものも次々と増加しているというのです。ただしこれは陣地そのものを攻略するというよりも破壊作戦に適したような攻撃方法です。この2人の持ち物というのが小型ドローンとちょっとしたグレネードランチャーのような、非常に限られた武器だそうです。こうした2人だけの突撃何をするかといえば、基本的には小型ドローンの電源を少しでも持たせるために人間を使い捨てにするという、これまた人海戦術の派生系のようなことを行っています。前線から非常に遠いところからドローンを飛ばすとどうしてもバッテリーを消耗して前線での活動時間といったものが短くなります。そこで人間に持たせて少しでも前進させてから発進させようという考え方。当然、ウクライナ軍に先に見つけられて亡くなる兵士も非常に多く出るわけですが、たった2人だけということもあって、ウクライナ軍が見逃せば、それによってロシア軍の小型ドローンがよりウクライナ軍の陣地に近いかもしくは、すり抜けるような形で後方地域から発進するという出来事が発生。それによってウクライナ兵が背後からロシア軍のドローンに襲われたり、もしくは輸送トラックが襲われるといった現象が発生しているそうです。ちなみにこうした一人二人の突撃といったものも、ロシア軍としてはそれなりに意味があるそうです。このたった二人でもどこかの陣地をすり抜けるような形で、小さな町でも村でも集落でもいいからたどり着いて、ロシア軍の旗を掲げると、それはロシア軍の占領した地域だというふうに小型ドローンで撮影して本国へ連絡するんだそうです。このたった二人の占領劇というものは、客観的な事実としてはほとんど意味がありません。しかし、上層部に対して我が軍、我が方、我が部隊の功績はこんなものがありますというような戦果報告としては上司に評価されるのだそうです。とにかく侵略に関しては評価されるというロシア軍の非常に偏った姿といったものが見えてくる話だと思います。
皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方、ぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルでは、地上波のテレビ局のニュースではほとんど取り上げてくれない戦争の実態について細かなニュースも拾い上げて皆さんに解説しています。ぜひとも情報のアップデートにお役立てください。また、零細チャンネルですから、このチャンネルの活動を続けていくためにも、メンバーシップへの加入といったものをぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。